こんにちは。萩原農場のメロンのブリーダーの佐々木です。今日はですね、ちょっとあいにくの雨模様で、ちょっと声が聞き取りづらいと思うんですけども、今回は交配の説明をしていきたいと思います。で、まずはですね、今、交配の前のタイミングなんですけども、このタイミングで、今、11節目の雄花が咲いている状態なんですけどもこのタイミングで何をするかっていうと、交配のタイミングを合わせるために、合わせるための作業をやっていきます。でですね、その株元の雄花が咲いてからだいたい夏場の6月下旬から8月ぐらいの交配のタイミングではだいたい雄花が咲いてから3日ぐらいでその雌花が咲いてくるんですけども、それ以外の時期ですとだいたい4日から5日ぐらいで、株元の雄花が咲いた節の雌花が咲いてくると、いった風になりまして、なぜ交配のタイミングを合わせるかということなんですけども、交配のタイミングを合わせると、その後着火した後ですね、着火した後の、生育が揃うということで、ネット期、もしくは収穫期の、タイミングを、揃えてあげる必要があると。で、なぜ揃えるかというとそのメロンはですね、熱湯発生時とかに、温度管理であったり水管理、しっかりシビアになってくるので、そこを揃えることによって管理がしやすくなるということで、揃えていきます。で、どういうふうにやっていくかと言いますと、今ですね、11節目の雄花が咲いている株がほとんどなんですけども、このですね、今咲いている部分の節位を取ってあげることによって次咲いてくる雄花が揃うので、それで、交配のタイミングを揃えていくというところです。でも実際にちぎっていくんですけども、ちぎるときは、株元、根元から、雄花ごとちぎっちゃってください。で、雄花ごとちぎる理由としては、この雄花が咲いた後にしおれますよね。そのしおれて、この葉っぱの上とかに落ちてしまうと、湿度が多い時期とかですと、そのまま腐って、そこから病気が出たりするので、必ず雄花も一緒に取るようにしてください。これで交配のタイミングを揃えるという作業が終わりました。で、なぜ、11節目に節位を持ってくるかと、交配するかということなんですけども、交配させる、節位よりも、下の葉っぱですね、その葉っぱで、果実の肥大を、促しているので、最低でも下の葉っぱ10枚残したいという部分で、11節目から交配しています。通常であれば11節目の交配で大丈夫なんですけども、でそれより下の葉っぱがですね、小さかったりした場合ですと、果実の肥大も悪くなってしまうので、そういった葉っぱが小さいなと、思ったときは、ちょっと節を上げてもらって、2節ぐらい上げてもらって、そこから交配していただくといいと思います。ここまでがですね、交配の前にやる作業になります。この先ですね、4日、5日後に交配が始まると思うんですけども、僕、4日、5日後に飛べることができるので、実際に交配のタイミングまで飛んでみたいと思います。はい、実際、4日後にやってきました。見事に晴れてますね。このように、実際に雌花が揃って咲いてきました。で、ここから交配していきたいと思うんですけども、その前にまずやっておきたい作業があります。
でこれは、撮影上今やるんですけども、実際は交配の1日前、2日前ぐらいにやっておいた方がいい作業です。でどうするかというと、交配する枝は3つだけです。でその3つ以外を残して上の着火枝を全部取っていきます。でこの枝を取っていく時も、前回お伝えした通り雄花ごと取っていってください。で先にこの上の着火枝を取っておくことで、交配する、枝の、伸びも良くなるので、事前にやっておいた方がいいです。で枝が取れました。でその次にですね、この種子の成長点を止めていきたいんですけども、前回その着火枝より下の葉っぱが、10枚必要だという話をしましたが、着火枝より上の葉っぱも、必要な枚数が決まっています。でも大体夏場の暑い時期ですね、6月、7月、8月ぐらいの時期ですと、どんどん玉が伸びていく、肥大していくので、あまり肥大しないように抑えたいので、葉っぱを12枚程度で、止めます。でもそれは何でかっていうと、葉っぱを多く残した方がこの木の方に栄養が吸われていくので、玉の伸びが抑えられるという理由でちょっと多めに残します。でそれ以外の時期ですねは葉っぱ10枚で止めていきます。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、ここで止めていきます。で次にこの交配する枝の静止をしていきます。で静止する箇所としては、雌花の横にあるこのつるですね、これとあとここにも成長点があるんですけども、これも放っておくと伸びてくるので取っておきます。で次にこの成長点、枝の先の成長点ですねを静止していくんですけども、この部分の長さも必要になるので、だいたい7センチ以上、長さが7センチ以上で、太さがだいたい7ミリ8ミリぐらいあれば、葉っぱを1枚2枚残しで、静止していって大丈夫です。ただし、7センチよりも短いとか、8ミリ7ミリよりも細いとなってくると、この次の玉を釣っていく作業の時に、あまり枝が細いと果実の重さに耐えられなくなって、枝が折れてしまうので、そういった場合には枝の成長を逃すために葉っぱを1、2、3枚残した状態で静止していきます。でこの枝に関しては、十分長さも太さもあるので2枚で静止していきます。はい、それではこれで、交配前日の、静止を、終えた状態です。でここからですね、当日雌花が咲いてきたら、交配の作業に、移っていってください。で交配の作業なんですけども、主に交配をする、方法は2つありまして、1つは、ミツバチを使って、交配する方法ですね。でもう1つが、人の手を使って、人工で交配する方法があるんですけども、主流なのは、ミツバチ交配が主流です。というのも、人の手を入れなくても、勝手に交配してくれるので楽というのが最大のメリットでしてデメリットとしては、温度が低い時には活動が悪くなるっていうのと、あとは天候が悪い日ですね、曇天だったり雨の日は、特にミツバチは太陽の光を浴びて、飛んでいくので、太陽の光がないと活動が悪くなると、いうデメリットがあります。そういった時には、実際ハウスに入って曇りの時とかは、ハウスに入ってみてで雌花の中途の中見てみて、
花粉あまりついてないなと思ったら、その時は低降灰に切り替えていただく、必要があるかなと思います。で、今回はですね、動画的にミツバチでやっても面白くないので、低降灰低降灰の方法で説明していきたいと思います。で、降灰の方法なんですけども、このようにですね、先の柔らかい、絵の具、絵を描くような筆でいいんですけども、先の柔らかい筆を使っていきます。でですね、メロンの、雌花っていうのは、両生花といって、雌花の中に、雌しべ、中等と、でも雄しべ、花粉が出るところが、一緒に入っているので、筆の先でこちょこちょっと、やっていただけるだけで、降灰はできます。で、降灰するときの注意点なんですけども、この中等、今4つぐらい見えてるんですけども、まんべんなく全体に花粉がつくように、しっかりとまんべんなく花粉をつけてあげてください。しっかりとまんべんなくつけてあげないと、果実の形がおかしくなったりとか、肥大にも影響してくるので、全体につけてあげてください。ちょっと動画では見づらいかもしれないんですけども、全体にうっすり黄色い粉が今ついている状態です。でですね、一番大事なのが降灰の日数を記す、降灰の日数が分かるようにしてあげることが一番大事なんですけども、うちではこの毛糸を短く切ったものを使って、2日おきに色を変えて、それを目印にしています。1日目2日目は黒色、3日目4日目は青色、5日目6日目は白色といった風に、2日おきに色を変えておけば、大体の降灰した日は分かるので、降灰した日が分からないと、収穫のタイミングとかも分からなくなってくるので、この毛糸は忘れないようにしてください。で、こんな感じで降灰が終わったら、最後に、手降灰の場合はですね、この場で花びらもちぎっておいてください。花びらをちぎっておかないと、この後果実が肥大した時に、この花びらが腐ってきて、で果実も一緒に腐っちゃうってこともあるんで、手降灰の場合はもう降灰したその次にもう取ってください。で、鉢降灰の場合はですね、鉢はこの黄色の部分を目印にして飛んでくるので、鉢降灰の場合は、次の摘果の作業のタイミングあたりで花びらを取ってあげればいいと思います。で、こんな感じで降灰を3つ着火し3つ終わるまでやっていただければいいと思います。で、今まで降灰の流れ説明してきたんですけども、主に一番大事なところは2つあります。で、1つは、一番最初のですね、降灰のタイミングを揃えること。雄花の咲いている位置を見て、降灰のタイミングを合わせてあげること。もう1つが、降灰の時にしっかりと降灰した日付が分かるようにしておくこと。これがですね、降灰の作業で一番大事な作業になるかなと思います。ではですね、これで降灰の動画を終わりたいと思います。ありがとうございます。